皆さんこんにちは。テラスク365チャンネルへようこそ。ヨニです。なるみです。テラスク365お悩み相談室第2回目になります。はい、前回の動画に引き続きテラスク365の公式 Twitter から募集していた質問に回答していきたいと思います。第1回目の動画をまだ見ていないという方ですね、下の概要欄からぜひチェックしてみてください。それでは質問を見ていきましょう。ヨニさん、この質問はどうでしょうか？いいですね。それでは読み上げます。はじめまして。最近 Teams で Web 会議をすることが多いです。先日、部内の Web 会議に参加する予定でしたが、緊急で対応しなければいけないことがあり、やむを得ず欠席しました。メンバーから議事録を共有してもらいましたが、この議題は全体の雰囲気が読み取れたらよかったのになぁと感じました。私と同じ悩みを持っている方もいるかと思います。この悩みを解決できる方法はありますでしょうか？教えてください。っていう質問ですね。はい。皆さんね、お仕事忙しい時もあると思うので、どうしても会議に参加できなくなってしまったっていったことはあるかと思います。そうなった場合はですね、質問いただいたように私も議事録を確認することが多いです。そうですね。文字だけで、議事録の確認をして、内容をちょっと把握できる時もあるかなと思うんですけど、やっぱり場合によっては、会議全体の雰囲気がつかみづらい時もあるかなと思いますね。そうですね。自分が参加していない会議にもですね、実際に参加しているメンバーのこういった表情が直接分かったりとか、言葉のニュアンスが分かるとよりいいなと思いますよね。皆さんもそう思いませんか？この悩みには Teams のレコーディング機能がおすすめです。はい、そうですね。相手がカメラをオンにしていた場合は相手の表情が見えますし、言葉のニュアンスや声のトーンなど文字ではわからないところもわかることができます。例えば、ウェブ会議中に画面共有をしながら、操作手順を説明するといった場合でも、レコーディング機能を活用すれば、会議に参加していなかった人でも、会議の内容を確認することができます。そうですね。実際にこうやって口頭で説明するよりも実画面を見せた方がきっと分かりやすいですよね。そうですね。今から2人でやってみましょうか。はい。では3人でウェブ会議に入りました。はい。では今からですね、レコーディング機能の使い方を説明していきます。まず、この画面上の上にあります点々点、その他の操作というところをクリックします。そうすると、この下の部分にレコーディングを開始というボタンがありますので、こちらをクリックしてください。クリックしますと、このような画面表示になります。こちらのトランスクリプトという機能に関しては別途ご紹介させていただきますので、本日の動画内では割愛させていただきます。一度ここでは×を押しておきましょう。はい。ではこの表示見ていただきますと、レコーディングが開始されましたという表記があります。ですので、今こちらの動画はレコーディングされています。はい。で、会議をしました。会議のもう終了をしたいとなった時ですね、レコーディングの停止をしましょう。レコーディングの停止をする際は、先ほどと一緒です。こちらの点々点、その他の操作をクリックします。そうすると、先ほどの下のところですね、レコーディングを停止という表示になっていますので、こちらをクリックします。そうすると、ここレコーディングを停止してもいいですかっていう表示が出てきますので、こちらの紫のボタンをクリックします。そうするとこのような表示がされます。
レコーディングが停止したということを確認しましたら、こちらでレコーディングは終了となります。いかがでしたか？今の操作画面は会議の録画から停止までになります。レコーディング動画の保管方法、詳しく知りたい方ですね、概要欄にあるノート記事をぜひご覧ください。では次の質問見ていきましょう。はい、じゃあ読み上げていきますね。こんにちは。今までは社内研修を対面で行っていたのですが、これからは研修を Teams のウェブ会議上で実施してはどうかと社内で話が出てきました。そこで一つ悩みがあります。対面の場合は紙で参加者の確認をしていましたが、ウェブ会議だとどのようにすればいいでしょうか。Teams 上で参加者の確認が何かできる方法はありますかといった質問です。そうですね。確かに対面だったら、人が入り口から入ってきて、その人を見て参加者のリストに記入をしてっていう流れになるかなと思うんですが、ウェブ会議だと、確かに難しいところありますよね。そうですね。人数が少なければウェブ会議上でも人数の数え方っていうのが簡単かなって思うんですが、同時に複数人がウェブ会議場に入ってきた場合、ちょっと数を数えるのが大変だなって感じることあるかと思います。確かに私たちも Teams のウェブ会議場で大人数で会議をしたりとか、またはお客さん向けに教育セミナーを実施したりしているので、その悩みはものすごくわかります。そうですね。このような悩みを抱えている方は私たち以外にもきっといるんじゃないでしょうか。ウェブ会議上で参加者の確認が楽になる方法を知りたいという方におすすめの機能が Teams 上にはあります。そうですね。この機能を使えば参加者の確認が楽になります。では早速どんな機能なのか一緒に見ていきましょう。Teams には出席レポートという機能があります。この機能は会議の開催者、つまり会議を設定した人のみ利用できます。会議の開催者って会議を作った人のことですよね。そうですね。出席レポートは会議の終了後にダウンロードをすることをお勧めします。理由としては、会議の最後にダウンロードをすることによって会議のスタートからそして会議の終了の間に誰が参加したのか、または誰が途中退出したのか、すべて記録されるからです。そうですね。では実際にどうやって出席レポートを確認できるのか、実画面を用いて説明していきます。はい。では今、ウェブ会議を開始しました。今、ここでこの会議場の裏でですね、誰がいつこの会議に参加したのかというのが記録されます。すみません、ヨニです。緊急で先に抜けます。はい。で、今、ヒョニさんが、緊急の対応といったところで、ウェブ会議場を出ました。で、私ともじゃあまだウェブ会議をしているということになりますので、後ほどお見せしますが、ヒョニさんが、会議を抜けた時間は、ヒョニさんが先ほど抜けた時間でちゃんと計測をされてまして、私ともちゃんはそれぞれ後ほど退出した時間が、レポート内に記入されているということになりますので、そこに関しては後ほど、お見せできればと思います。はい。では以上で会議が終了したとします。そうなった場合ですね、いつも通り、退出を各自行ってください。はい。では会議が終了しました。そうするとですね、会議の開催者のこのチャット欄に参加者のレポートというものが表示されているかと思います。これをクリックしてください。
そうしますと右下にですね、ファイルがダウンロードされましたという表示が出ますので、こちらをクリックしてください。そうしますと皆さんの PC のですね、こちらダウンロードフォルダの部分に出席レポートがダウンロードされているかと思いますので、こちらをクリックしてください。では Excel シートを開きますと、こちらが先ほどの会議の出席レポートとなります。誰がいつ会議に参加をしたのか、または退出したのかというのが記録されています。先ほどヒョニさんが緊急の用事で会議を先に抜けましたね。ですので私ともちゃんより、ヒョニさんが早く退出をしてますという時間がここに記録されているということになります。皆さん、今日の動画はいかがでしたか？私も質問したいと思った方は、テラスク365お悩み相談室をノックしてください。詳細は以下の概要欄をチェックしてみてください。はい、それではこの動画がいいと思った方は、いいねボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。ありがとう。